皆さんこんにちは。ラグドールのラテ先生です。今回相続税の計算が30分で流れでわかるようにまとめました。実際の計算の順番にポイントを絞ってまとめましたので、ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。それでは始めましょう。相続税の計算。最初に来るのは相続人等の確定です。計算の流れにおける位置づけから順にご説明します。まず、相続税計算の概要をご説明します。相続が開始したら、財産評価の前に、まず相続人等の確定をしなければなりません。今回のテーマは、この相続人等の確定となります。その後、基礎控除後の課税遺産額、相続税総額の算出などを行って、各人の納税額を計算します。ここでのポイントは、法定相続人の他に、受益者、死因贈与受贈者、みなし相続取得者が含まれることです。なぜ相続なのに法定相続人だけではないのでしょうか。相続税の課税は、相続または遺贈により財産を取得した個人に対して行われると定められているからです。この財産には、みなし相続財産といって、相続財産ではないけれども、相続税法では財産として扱うものを含みます。また、相続放棄や遺贈の放棄があった場合には、みなし相続財産や相続時精算課税の適用がない限り、相続人等にはなりません。したがってここでのポイントは、相続人等は相続または遺贈による財産取得者であるということです。これらを順番に見ていきましょう。まず、法定相続人です。法定相続人は相続税法に直接の定めはなく、民法の定めを借りています。第一順位は子供、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹です。なお、配偶者は特別な扱いで常に法定相続人となります。ただし、相続放棄した人は先ほどの説明通り相続人等にはなりません。ここは後のプロセスで出てくる基礎控除の計算と違いますのでご注意ください。ここでのポイントは、法定相続人は相続放棄しない限り相続人等になること、そして基礎控除の計算とは違いがあることです。次に、受益者と死因贈与受贈者です。受益者は遺贈すなわち遺言により財産を受け取るものです。死因贈与受贈者は本人から死亡を原因として財産を受ける契約の受贈者です。両者は相続税法における遺贈による財産取得者として相続人等の確定においては法定相続人と同様に扱われます。ただし、遺贈の放棄をした人は法定相続人同様に相続人等にはなりません。したがって、ここでのポイントは、受益者、死因贈与受贈者は遺贈の放棄をしない限り相続人等になることです。続いて、みなし相続取得者です。これは本人の死亡によって生命保険金、退職金などのみなし相続財産を取得したものです。生命保険金の例で言うと、本人の死亡事実に基づいて保険会社から保険金を受け取るもの、それは本人からではありません。しかし、本人の死亡によって財産を取得することは相続や遺贈と同じなので、相続税法の規定で課税対象にしているものです。したがってここでのポイントは、生命保険金や退職金などのみなし相続財産を取得した者は相続人等になることです。ここまでで相続人等の確定の説明は終わりですが、この後相続人等になることの意味を具体例でご説明しましょう。相続人等になると、相続税の納税義務者になり、取得した財産全部に相続税が課され、相続税の全体課税計算に取り組まれることとなります。それは相続税の申告納税義務を負うということです。
このことを親子3世代で本人が亡くなった場合の具体例で見てみましょう。子供は法定相続人として自宅や預金を相続し、当然に相続人等として相続税の申告納税義務を負います。一方、孫は法定相続人ではないので、通常は相続税の申告納税義務はないのですが、生命保険金の受取人であると話は別です。みなし相続取得者として相続人等となり、相続税の申告納税義務を負うことになります。この場合、孫にはないものと勘違いしていた生前贈与の持ち戻し、そして非課税枠の使えない生命保険金への相続税課税が発生してしまいます。このように相続人等になることは相続税法上で重要な意味を持つので、相続税対策の際は十分ご注意ください。それではまとめです。相続人等の確定をすべきものはご覧の通りです。彼らは相続または遺贈による財産取得者であり、相続や遺贈の放棄をしない限り相続人等となります。相続人等になると、相続税の全体課税計算に取り込まれ、その申告納税義務を負うこととなります。相続税の計算、次に来るのは財産評価です。ここでも全体の流れにおける位置づけから順にご説明します。まず、相続税計算の概要をご説明します。相続が開始し、相続人等が確定したら、財産評価を行わなければなりません。今回のテーマは、この財産評価となります。その後、基礎控除後の課税遺産額、相続税総額の算出等を行って、各人の納税額を計算します。ここでのポイントは、評価額は財産取得の時における時価、すなわち本人死亡の時点における時価であり、その評価方法は財産の種類性質によって異なることです。財産は人によって種類も大きさもキリがないので、会社員によくある財産構成を想定してご説明します。まず、プラスの財産としては、現金預貯金、上場株式等、マイホームといったところでしょうか。マイナスの財産としては、住宅ローンやクレジットカード未払い金など、また、生命保険金や葬式費用は相続するものではありませんが、相続税法ではプラス財産、マイナス財産として扱っています。ここでのポイントは、すべての財産に対して一律ではなく、それぞれにふさわしい方法で評価することです。一つずつ順番に見ていきましょう。まず、現金預貯金です。現金は一番簡単で、相続開始日の額面金額がそのまま評価額となります。なお、自宅金庫や貸金庫内の現金も対象となりますので注意しましょう。預貯金は相続開始日の残高にその日までの期経過利息を加算して評価します。外貨預金はこれに相続開始日の為替レートで円換算をします。現金と違ってちょっと計算が面倒ですね。したがってここでのポイントは、金融機関に相続税申告用の残高証明書を発行依頼することです。若干の手数料はかかりますが、計算の手間がなく、証拠能力も高いです。次に、上場株式等です。非上場株式は計算が複雑なので、税理士にご相談ください。ここでは上場株式と一般の投資信託を取り上げて評価方法をご説明します。いずれも相続開始日の市場価格をもとに評価します。上場株式は課税時期の終値が原則ですが、短期間の株価変動を考慮して、当該期間中の最も低い価格が認められています。一般の投資信託については、相続開始日の基準価格をもとに、解約した場合の調整を加えて計算します。
外貨建ての商品については、外貨預金と同じように、相続開始日の為替レートで円換算をします。どれも大変計算が面倒ですね。したがって、ここでもポイントは、金融機関に相続税申告用の残高証明書を発行依頼することです。続いて、自宅の土地です。評価方法は、路線価方式または倍率方式のいずれかで、毎年7月に公表される路線価図評価倍率表に基づきます。まず、路線価方式についてご説明します。評価額の計算式は、路線価に各種補正率を適用して1平米あたりの評価額を算出し、これに土地の面積をかけます。具体例を示しましょう。土地が路線価のある地域に所在し、主たる鉄道の路線価は61万円です。仮に補正率1、地積50平米とすると、土地の評価額は3000飛び50万円となります。ここでのポイントは、路線価がある土地については、相続開始の年7月公表の路線価図で評価することです。自宅の土地でも、路線価がない地域に所在する場合は、倍率方式となります。評価額の計算式は、固定資産税評価額に評価倍率をかけます。このうち固定資産税評価額は、正式には評価証明書の取得が必要ですが、評価額だけならば納税通知書に記載があります。一方、評価倍率は地域ごとに倍率表が定める倍率を使用します。今、納税通知書上の固定資産税評価額が300万円とすると、倍率が 2.4 倍ですから、評価額は720万円となります。ここでのポイントは、路線価がない土地については、相続開始年度の固定資産税評価額と、相続開始の年7月公表の評価倍率表で評価することです。さて、自宅の土地については、路線価倍率の区分とは別に、小規模宅地等の特例という優遇措置があります。これは自宅の土地の評価額を大幅に減額できる特例で、最大で 80% の減額、なんと8割引きになります。これは高額な相続税を現金払いしなければならなくなって、持ち家を手放さざるを得ないような事態を防ぐためのものです。ただし、8割引きにするからには、適用要件は厳格で、配偶者または同居親族が居住を継続するのが原則です。ここでのポイントは、適用要件を満たすかどうか、早めにできれば事前に税理士等の専門家に確認することです。8割引きを使わないのは本当にもったいないですから。ここまで少し長かったですが、自宅の土地の評価をご説明しました。続いて、自宅の建物です。評価額の計算式は、固定資産税評価額に 1.0 をかけます。すなわち、相続開始時における市区町村が算定した固定資産税評価額をそのまま用います。したがって評価は簡単で、評価額だけならば固定資産税の納税通知書記載の通りです。ここでのポイントは、自宅の建物については、相続開始年度の固定資産税評価額で評価することです。続いて、住宅ローンやクレジットカード未払い金など、本人の債務は、相続税法上の債務控除に該当します。すなわち、本人が相続開始時に負っていた借金や未払い金などの債務は、その名の通り、プラスの財産から引くことができます。そしてその評価額は原則として相続開始時の金額、債務残高です。よくある住宅ローンやクレジットカード未払い金の評価の際には、元本だけでなく未払い利息も忘れないようにしましょう。ここでのポイントは、金融機関に証拠能力の高い相続税申告用の残高証明書を発行依頼することです。続いて、相続税法上の
みなし相続財産である生命保険金、債務控除に含める葬式費用です。生命保険金の評価額は死亡保険金の実際の受け取り金額です。これには非課税枠があり、相続人が受け取る保険金について500万円×法定相続人の数までは非課税です。葬式費用の評価額は相続開始後に実際に支払った金額です。なお、葬式費用には認められるものと認められないものがあるのでご注意ください。ここでのポイントは、保険会社からの支払い証明書、葬儀社からの領収書請求書を忘れず保管しておくことです。それではまとめです。相続税の財産評価の原則はご覧の通りです。キーワードはたったの2文字で時価。これを亡くなった本人のすべての財産について評価します。財産には協議の財産、プラスの財産と債務、マイナスの財産とがあり、債務は財産から控除できます。いずれもそれぞれにふさわしい相続税法所定の方法で評価しなければなりません。計算は複雑で証拠書類として用意するものも多いので、手に負えないときは税理士等の専門家に頼りましょう。相続税の計算、続いて基礎控除です。ここでも全体の流れにおける位置づけから順にご説明します。まず、相続税計算の概要をご説明します。相続が開始したら、まず相続人等を確定し、財産評価を行います。次に、その評価によって得られた課税価格の合計額から、基礎控除を差し引いて課税遺産額を出します。この基礎控除が今回のテーマとなります。その後、相続税法所定の計算を行って、各人の納税額を算出します。ここでのポイントは、その算式3000万円プラス600万円×法定相続人の数と法定相続人の定義です。法定相続人は相続税法ではなく民法の定めによります。第一順位は子供、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹です。なお、配偶者は特別な扱いで、他の誰かがいても必ず法定相続人になります。ここでのポイントは、相続放棄した人も基礎控除の計算では法定相続人にカウントすることです。具体例で順番に見ていきましょう。まず、第一順位のこの場合です。本人が死亡し、長男は相続放棄をしたとします。この場合、法定相続人は長女、長男、妻の計3人となります。したがって基礎控除は、計算式に3を当てはめて4800万円。もし遺産が自宅の土地家屋だけで、課税価格の合計額6000万円としましょう。その場合の課税遺産額は1200万円となります。次に第二順位の親の場合です。本人が死亡し、母は相続放棄をしたとします。この場合、法定相続人は母、妻の計2人となります。したがって基礎控除は計算式に2を当てはめて4200万円。先ほどと同様に課税価格の合計額6000万円としましょう。この場合の課税遺産額は1800万円となります。続いて第3順位の兄弟姉妹の場合です。本人が死亡し、妹は相続放棄をしたとします。この場合、法定相続人は姉、妹、妻の計3人となります。したがって基礎控除は計算式に3を当てはめて4800万円。先ほどと同様に課税価格の合計額6000万円としましょう。
その場合の課税遺産額は1200万円となります。ところで、課税価格が基礎控除以下の時はどうなるのでしょう。先ほどの具体例で、課税価格が6000万円ではなく3000万円の場合です。この場合、原則は相続税の申告納税義務は発生しません。ただし例外があり、配偶者の税額軽減、小規模宅地、相続時生産課税による贈与の場合には基礎控除以下でも申告が必要となることがありますのでご注意ください。それではまとめです。基礎控除の計算式はご覧の通りです。ここでのポイントは法定相続人の数で、その判定は民法の定めによります。そうして計算した基礎控除が課税価格の合計額以上ならば、原則として相続税の申告納税義務はありません。相続税の計算、続いて相続税総額の算出です。ここでも全体の流れにおける位置づけから順にご説明します。まず、相続税計算の概要をご説明します。相続人等が確定し、財産評価が完了したら、各人の納税額を計算する前に、相続税総額を算出しなければなりません。今回のテーマは、この相続税総額の算出となります。それには、課税遺産額の算出、法定相続分に応じた案分という手順を踏む必要があります。ここでのポイントは、各人の納税額を計算する前に必ず相続税総額を算出すること。その算出手順は法的根拠に基づくことです。まず、課税遺産額の算出です。計算式は課税価格の合計額から基礎控除を差し引きます。課税価格の合計額は財産評価で得られたすべての財産からすべての債務を差し引いたものです。特にプラスの財産については、本人名義以外のもので脱落がないか十分注意しましょう。具体的には、生前贈与の持ち戻し、子供名義とは名ばかりの預金などです。基礎控除は3000万円プラス600万円かける法定相続人の数で計算される金額です。法定相続人の定義は民法の定めによります。ここでのポイントは、全部の財産の課税価格の合計額から基礎控除を差し引いて算出すること。キーワードは全部です。次に、法定相続分に応じた案分です。具体例を提示しましょう。本人が亡くなり、妻と長女長男が法定相続人になりました。民法に定める法定相続分は、妻2分の1、長女4分の1、長男4分の1です。もし妻が相続放棄して相続人で亡くなっていても、ここでの計算では関係ありません。この時、課税遺産額が4000万円とすると、妻、長女、長男の法定相続分による仮分割額は、妻2000万円、長女、長男各1000万円となります。ここでのポイントは、誰が何を相続したかにかかわらず、課税遺産額を一旦法定相続分で仮分割することです。いよいよ相続税総額の算出です。先ほどの具体例で、それぞれの仮分割した遺産額に相続税の累進税率をかけていきます。その場合、仮税額は妻が250万円、長女長男が各100万円となります。相続税総額はこれらを合計したもので450万円となります。ここでのポイントは、仮分割した遺産額に相続税の累進税率を適用して合計することです。それではまとめです。相続税総額の算出の流れはご覧の通りです。その算出手順は民法相続税法に基づきます。まず、課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産額を出します。この課税遺産額を
法定相続したものと仮定して、累進税率で計算した各税額を合計します。相続税の計算、最後に各人の税額です。改めて計算の流れにおける位置づけから順にご説明します。まず、相続税計算の概要をご説明します。相続人等が確定し、財産評価が完了したら、課税価格の合計額から基礎控除を差し引いて課税遺産額を出します。課税遺産額はこれを法定相続分で相続したものと仮定して案分し、相続税総額を算出します。そして最後に財産を取得した各人の納税額の計算を行います。今回のテーマはこの各人の納税額となります。ここでのポイントは、相続税総額は実際の財産取得割合で案分すること。遺産分割の状況によって納税額は大きく変わることです。まず、相続税総額の案分を行います。具体例を提示しましょう。本人が亡くなり、妻と長女長男が法定相続人になりました。課税遺産額が4000万円の場合、計算過程は省略しますが、法定相続分に応じた案分で相続税総額は450万円となります。ただし実際には長女長男がそれぞれ4400万円ずつの財産を相続したとしましょう。この場合、20歳の長女の相続税額は相続税総額を各人の実際の取得額に応じた案分をして225万円となります。ここでのポイントは、法定相続分にかかわらず、実際の財産取得割合で案分をして相続税額を出すことです。次に、各人の特例です。相続税額が減る特例の一つ、未成年者控除から見ていきましょう。先ほどの具体例で、16歳の長男の相続税額はどうなるのでしょうか。財産取得額が同じなので、最初の計算は長女と同様ですが、彼は相続開始時18歳未満なので、未成年者控除が受けられます。計算式はご覧の通り、1年あたり10万円です。したがって、長男の相続税額は長女よりも20万円少ない205万円です。ここでのポイントは、相続開始時18歳未満のものは、未成年者控除という相続税が減る特例があることです。続いて、さらに強力に相続税額が減る配偶者の税額軽減について見ていきましょう。先ほどの具体例で、やっぱり妻は相続放棄をやめて、財産8800万円を全部相続したとします。この場合、最初の計算は相続税総額に1をかけるだけなので、相続税額は一旦450万円となります。しかし配偶者には法定相続分と1億6000万円とのいずれか大きい金額まで非課税という特例が用意されています。今、妻の相続財産は8800万円で1億6000万円以下ですから、この特例によってなんと相続税額はゼロとなります。ここでのポイントは、とにかく配偶者の税額軽減はとても強力であるということです。さて、各人の特例には相続税額が増えてしまうものもあり、その一つ、相続税額の2割加算を見ていきましょう。これまでと違う具体例を設定します。本人が亡くなり、長男、次男が法定相続人となり、孫娘は遺贈を受けました。課税遺産額が4000万円の場合、計算過程は省略しますが、相続税総額は500万円となります。ここで長男次男が各々3000万円ずつ財産を相続。孫娘は2200万円の遺贈を受けました。そうすると各人の相続税額は、相続税総額を実際の取得額に応じた案分をして、長男次男185万円、孫娘130万円となります。ただし、孫娘は法定相続人ではないので、
2割加算を受けて最終的な相続税額は156万円、未成年者控除の適用もありません。ここまでの全員の相続税額を合算してみると526万円。前段階で一旦算出した相続税の総額500万円よりなんと増えてしまいました。ここでのポイントは、法定相続人以外への遺贈は相続税額がかさむことがあるので要注意です。それではまとめです。相続税各人の税額のポイントはご覧の通りです。各人の税額は相続税総額に実際の財産取得割合を乗じてまずは計算します。ただし財産取得者によって税額の減額や加算の特例があり、各人の税額の合算は遺産分割状況により大きく変化します。事前のシミュレーションがとても重要なテーマとなります。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。次回もお楽しみに。よろしければぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。